こんにちは、ぴょんです。今回はスイス旅行の総集編をお届けいたします。7月中旬、アルプスの美しい風景に抱かれながら1週間かけて巡ったスイスの旅。一緒に旅するようにリラックスしてこの動画をご覧いただくだけで、これらのことを知ることができます。一つ目はリアルな費用感とコストカットのポイント。宿、交通、食事の内訳を包み隠さず共有し、高品質×コスパを実現する具体策をお教えいたします。二つ目は旅行を快適にするテクニック。事前準備や荷物を一工夫し、無駄な費用を抑えながら快適に旅する方法を詳しく解説いたします。これはスイス旅行に限らず国内外すべての旅行に応用していただける技です。癒しを感じていただける映像をお届けいたしますので、どうぞ最後までお楽しみくださいませ。今回の旅は深夜に羽田を出発する便から始まりました。デル CC のピーチを使ってまずはソウルへ。荷物は機内持ち込みのスーツケースとリュックだけです。荷物を機内持ち込みのみにすることで3つの利点があります。1つ目はトラブルの防止。お預けの荷物がないため、ロストバゲージや預けた荷物が同じ飛行機に乗れず遅延するといったリスクを回避し、長距離の乗り継ぎ便で意外とよくある問題を未然に防ぐことができます。2つ目はコストの節約。航空会社によっては預け荷物に追加料金がかかるケースも少なくありません。機内持ち込みのみにすることで、その分の費用を丸ごとカットできます。3つ目は時間の短縮。到着後、ターンテーブルで荷物を待つ必要がないため、空港からすぐに動き出せます。特に乗り継ぎや陸路移動が続く旅では、この時短が案外大きな差になります。荷物をコンパクトにすることで、時間も気持ちもぐっと軽やかに。旅の自由度が広がる、できればしたい工夫の一つです。一方で、荷物を機内持ち込みだけにすることのデメリットもあります。例えば、液体物の制限。スキンケア用品やワインなど 100ml 以上の液体は持ち込めません。スーツケースのサイズが限られるため、荷物を多めに持っていきたい方にも不向きではあります。ですが、今回は夏のヨーロッパへの旅だったこともあり、コンパクトな荷物で十分でした。現地でも選択できる環境を選んだり、服を着回ししやすい配色で揃えたりと、ちょっとした工夫で快適さは保てます。私はもし、現地でお土産などを買いたくなったら、その時は気にせず帰りだけ預け入れしようと思っています。ソウルからフランクフルトへ、キーウェイ航空のビジネスクラスに乗りました。このフライト、なんと往復で1人当たり22万円台。ハイシーズンの7月、人気のヨーロッパ路線、しかも14時間の長距離便で完全フルフラットという条件を考えると信じられない価格です。この航空券は Google フライトで日々チェックしていたからこそ出会えたもの。
しかし、皆様は日々チェックする必要はありません。このチャンネルで惜しみなくお得情報を共有いたしますので、引き続き動画をご覧いただくだけで大丈夫です。価格の安い航空券を見つけるためのコツとしては、発着空港をご自宅の最寄りだけでなく、近場の海外なども含めて検索すると良いと思います。こうした検索の工夫一つで大幅なコストカットが実現できました。ソウル経由と聞くと少し面倒に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はソウル空港へは日本全国31都市から直行便があり、多くの地方空港からも 1,2 時間とアクセスがとても良好です。日本ソウル間は運賃も安く、時期によっては往復1万円以下で行けることもあります。首都圏以外にお住まいの方にとっては、成田や羽田まで出るよりソウルに飛んだ方がむしろお金も時間も効率的というケースもあります。こうしたアジア経由のヨーロッパ旅は、費用を抑えつつ快適さも重視したい方にとって今や賢い選択肢の一つです。ティーウェイ航空の長距離路線はまさに穴場と言える存在です。このフライトについての詳しい情報は、ティーウェイ航空の特集動画をご覧くださいませ。無事にドイツフランクフルト空港に到着しました。車がデフォルトでベンツというところがさすがドイツです。16時50分に到着し、翌朝8時10分に出発するため、ドイツの滞在はわずか。第1ターミナル直結のシェラトンホテルを予約しました。ターミナルからわずか徒歩3分。ビジネスクラスで移動できたため疲労はありませんが、それでも長時間の移動を終えた今はすぐに荷物を受けるこの距離感がありがたく感じられます。今回、あえてすぐに次のフライトに乗り継がず、フランクフルトで一泊することにしたのには理由があります。この後スイスではレンタカーをし車で移動するのですが、時差ボケや睡眠不足、体調不良などが起こることも想定し、長距離フライト直後の運転は避け、安全第一でスケジュールに余裕を持たせました。この一泊のゆとりを入れたことで、その後の旅も健康に過ごすことができたと、今振り返っても感じています。ドイツに着いてみて、疲れていたらホテルで就寝、元気だったら街へ出て、ディナーとお散歩をしようと考えていました。ご覧の通り、元気でドイツも楽しめています。スイスの方がホテルの単価が高いので、遅い時間にスイスに到着してチェックインするよりも、リーズナブルなドイツで一泊した方がお得でもあり、一石二鳥でした。フランクフルトはヨーロッパ有数の金融都市。旧市街は絵本のような可愛い街並みが続き、ゆったりお散歩するのにぴったりでした。明日から本格的なスイス旅の始まりです。翌朝一番の便を利用し、スイス航空でジュネーブへ1時間の空の旅です。欧州内の移動は飛行時間が短いため、エコノミーライトを選択し、座席も必要最低限に。こうして不要なコストはカットしています。ジュネーブ空港でレンタカーをピックアップ。
レンタカー会社へ事前にメールでスイスの有料道路通行ステッカー、ビネット込みを確認済みです。おそらくスイスのレンタカーにはビネットが標準装備されています。お得とされている公共交通機関の乗り降り自由なパスを購入したとしても、今回の旅程では大人に明文で考えるとレンタカーの方が安く、ルートもシンプル、そして自由度が高いことからレンタカーを選びました。パーキングエリアで少し休憩です。3時間弱のドライブでグリンデルバルドへ。湖と山に囲まれた道を走る絶景続きの時間です。ホテルのチェックイン可能な時刻までまだ時間がありますので、お昼ご飯を食べに行きたいと思います。口コミ高評価のチーズフォンデュ専門店へ参りました。スイスには450種類以上のチーズがあるのだそうです。チーズフォンデュはスイスのアルプス地方で冬の保存食文化から生まれました。雪で閉ざされ、新鮮な食材が手に入りにくい季節に、人々は硬くなったパンや熟成の進んだチーズをどうにかして美味しく食べようと工夫し、そこでワインとチーズを溶かしてパンを浸すという方法が編み出されたのです。伝統的なフォンデュは白ワインとサクランボの蒸留酒であるキルシュと溶かしたチーズにパンや野菜を絡めて食べます。スイスではパンを鍋に落とした人は罰ゲームというルールがあるそうで、地域によってワインを一杯飲むや歌を歌うといったペナルティが課されるのだそうです。今回のスイス旅、前半2泊はまずは慣れるまでホテルに滞在します。2022年末にオープンしたホテルフィッシャーブリック。ルームカテゴリーはパノラミックサンセットルームを予約しました。優しい色合いで北欧風のインテリアです。グリンデルバルド村の静かな教会の裏手に位置し、夢のような景色が広がっています。水回りやリネンが素晴らしく清潔で、とても安心します。アメニティがほとんどないことはあらかじめ分かっていましたので、必要なものは日本から持ってきています。美しい景色を堪能しに早速お散歩へ出かけましょう。スイスはコーヒーの品質が高いです。目の前にそびえるのはかの有名なアイガー北壁。標高は3970メートルです。急に雨が降ってきましたが、太陽が出ているので期待して辺りを見渡してみると、やっぱり見つかりました。
本日のディナーは口コミ超高評価の日本食レストランへ。地元グリンデルバルド産のビールを注文しました。こちらは裏巻きのお寿司で手前がスパイシーマグロ、奥がサーモンです。お味噌汁は味噌ラーメンのスープをお湯で伸ばしたような感じでした。7月中旬のグリンデルバルドの日没は21時20分頃。旅行する身としては嬉しい限りです。本日は終日グリンデルバルド滞在です。身支度を整えてダイニングへ来ると待っていたのはスイスらしい朝食。地元産のチーズとハムは種類ごとに異なる味わいで土地の恵みを感じることができました。朝一番のゴンドラで山の上に行こうと思っていましたが、雨が降っているためゆっくり朝食をいただきながら様子を見ることにします。朝食をいただきながら静かに外を眺める時間は幸せです。天気予報を見ると、この後は晴れそうですので、混雑してしまう前に行ってみましょう。グリンデルバルドという地名は古いドイツ語で緑の森林の谷という意味。夏は登山、冬はウィンタースポーツとシーズンレスで楽しめるため、全宿泊数の約 80% がリピーターで占められているそうです。標高2000メートルを超えるフィルストへ上がってきました。名物のクリフウォークを散策します。下りのオプションがいろいろあることも面白く、最大時速 84km にもなるジップライン、鳥のように大空を羽ばたくグライダー、坂道を駆け抜けるマウンテンカート、スクーターと自転車を組み合わせたような乗り心地のトロッティバイクがあります。私たちはトロッティバイクで下ることにしました。アルプスの空気をたっぷり感じられて贅沢な時間でした。ふもとに戻ってきて少し休憩です。評判の良いスイス料理店へ参りました。キャベツとソーセージのスープ、キノコクリームシュニッツェルとパスタ、ソーセージとロースティー。どれも美味しいお料理でした。2泊目は同じホテルの最上級スイートにお部屋を移動しました。スイートは一室のみで最も広い客室です。ここでスイスという国そのものについて簡単にご紹介いたします。正式名称はスイス連邦で首都はベルン。人口は900万人弱で日本の14分の1ほどの規模です。通貨はスイスフラン。この時は1スイスフランが過去最高値で185円ほどでした。言語については大きな特徴があり、公用語が4つあります。地域によってドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語と使われている言語が異なり、それごとに文化や気質も違っています。
国土面積は約4万1000平方キロメートルで、日本の九州より一回り大きいくらいのサイズです。その小さな国土にアルプスの名峰や湖、美しい見どころがたくさん詰まっています。このお部屋はアイガーが正面に見えるビュー。タイガーはスイス三大名峰の一つとして知られ、アルプス登山の象徴ともいえる存在です。特にその北壁は垂直に切り立つ高さ1800メートル超えの岩壁で、天候の変化が激しく、世界でも屈指の難所として知られています。こんなにも明るいですが、もう19時30分です。お散歩がてら街の中心部にあるコープまで出かけました。夕方にしっかりお食事をいただいたので、夜ご飯は軽めにしたいと思います。私はファラフェルのたっぷり入ったビーガンサラダと今が旬のバントウを買いました。ホテルのお部屋に戻り、窓の外に広がる山々を眺めながら、テラスでおのおの好きなものをいただくひとときは、レストランのコース料理にも負けない贅沢さがあります。いよいよグリンデルバルド最後の日となりました。窓の外にはまだ早い時間の澄み切った空気が漂っています。できる限り栄養バランスを考えて簡単に朝食をいただきました。いよいよチェックアウトの時です。グリンデルバルドは本当に風光明媚で平和に満ちていて天国のような場所でした。またいつかこの街に戻ってきたいと強く思っています。そろそろ出発です。グリンデルバルドを離れ、車でバレー州の田舎町シュマンへ。スイス南西部へとおよそ3時間のドライブに出発します。その道中、カートレーンと呼ばれる特別な列車に車ごと乗り込みました。カーフェリーの鉄道版といえば分かりやすいでしょうか。アルプスの峠道を越える代わりに長い山脈トンネルを列車で一気に抜けてくれます。車のエンジンは切り、人間は車のシートに座ったまま、ただ列車に運ばれるだけで OK です。15分ほどで出口に到達し、別の町へ着きました。ローヌ川沿いのバレー州はスイス有数のワイン産地です。旅の後半3泊は大自然に囲まれた美しい一軒家で過ごしました。この家にはフルキッチンがあり、自炊ができるため、旅行中にありがちな食べ疲れを避けられ、体に優しい食事でしっかりと栄養を摂ることができました。家の周りには山々が広がり、いくつものハイキングコースが伸びています。
自然の中で過ごした日々は心をリセットし、深い安らぎと幸福を与えてくれました。こちらで過ごした日々は前回投稿した動画で詳しくまとめていますので、ぜひそちらもご覧くださいませ。チュマンで過ごした静かな別荘ともお別れです。最後にこの景色を目に焼き付け、荷物を積み込んで出発します。車を走らせてジュネーブ空港へ。道の途中、ふと遠くに見えたのはフランスの名峰モンブラン。アルプスの女王とも呼ばれるその気高い姿を拝めました。空港へ向かう途中、ガソリンスタンドに立ち寄り、レンタカーに最後の給油を済ませます。カートレーンチケットの裏側に割引券があったため、この時のために取っておいてました。まずはジュネーブ空港からフランクフルトへ。スイス航空を利用し、わずか1時間15分ほどのフライトです。短い区間ながら、その時間はまるで空の上の観光のように特別。おすすめは右側の座席です。離陸すると視界に広がるのは青く輝くレナン湖とモンブラン。アルプスを背景に飛ぶこの便はまさに絶景の連続です。フランクフルトのラウンジで3時間のトランジットを過ごし、ティーウェイ航空のビジネスクラスでソウルへと向かいます。心地よいシートに身を沈め、ほっと一息つくと旅の思い出が一つ一つ蘇ってきます。この長距離路線が驚くほどにお手頃な価格でありながら、必要なものはすべて揃っており、サービスも丁寧。シートはフルフラットになり、快適に過ごすことができました。ゴロゴロとのんびりしていると、11時間のフライトもあっという間です。機内食も美味しく、コストパフォーマンス最高で大満足でした。ソウル到着後はチェジュエアーで成田へ。成田空港は空港使用料が安いため、ほとんどすべての路線で羽田発着便よりも成田発着便の方が航空券代が安くなります。ここで今回の旅費を振り返ってみましょう。行きの羽田からソウル空港への航空券が片道大人2名で83,380円。7月のハイシーズンだったこともあり、この路線でこの金額は高すぎますが、前日の仕事が終わってから乗れる時間かつ、ソウル発フランクフルト行き朝9時50分の便に間に合うという条件で、今回の私たちにとっては他に選択肢がありませんでした。日程に余裕があれば、日本・韓国間の移動はもっとコストを抑えられます。韓国のソウルとドイツのフランクフルト間は長距離路線でビジネスクラスの利用でありながらも、大人2名往復の金額が45万円。東京からの直行便ではなく、韓国発着便にすることで大幅なコストカットを実現できました。フランクフルトとスイスのジュネーブ間はスイス航空を利用。1時間ちょっとの路線ですので、エコノミークラスで十分でした。
往復2名分で142646円。荷物のお預けは有料ですので、荷物を機内持ち込みサイズのスーツケースのみにしていて正解でした。帰りのソウルから東京は格安チケットが買えたため、片道大人2名分で9467円でした。格安航空会社のエコノミーでしたが、短距離ですので全く問題ありませんでした。スイス国内の移動はジュネーブ空港のシクストでレンタカーをしました。ドイツ車のオペルのアストラという車で4日間で 490.29 スイスフラン約9万円のレンタル料金とフルカバーの保険 120.47 スイスフラン約 2.2 万円をつけています。600km くらい走ったと思いますが、ガソリン代は約1万3000円でした。スイスの高速道路の通行料は年単位で定額のステッカー調布方式であるため、レンタカー代に含まれています。唯一カートレインに乗るときだけレッド料金28スイスフランがかかりました。つまり車移動でかかった費用はすべて合計すると約13万9000円。もしも公共交通機関で移動していた場合は、スイストラベルパスが2名分 ×6 日で、ファーストクラスですと22万円ほど。安い方のクラスでも14万円ほどですので、レンタカーの方がお得でしたし、便利で良かったです。今回の旅で宿泊したのは3つの場所です。まず、フランクフルトでは空港直結のシェラトンに宿泊しました。1泊大人2名で約2万円。続いて、グリンデルバルトで滞在したのは高評価のブティックホテルです。1泊目は上から2番目のグレードのパノラミックサンセットルーム、2泊目は最上級客室であるロフトに宿泊しました。最後にスイスの田舎町シュマンでは Airbnb を利用。便利で自由度が高く居心地の良い滞在、しかもコストパフォーマンスまで最高ですので、今後はどんどん Airbnb を活用していこうと思います。フランクフルトではイタリアンレストランで夕食をとりました。移動の途中にはパーキングエリアで軽食をし、グリンデルバルトに到着してすぐチーズフォンデュをいただきました。グリンデルバルト滞在中にカフェには2回行き、グリンデルバルトのレストランは他にも和食店やスイス料理店を訪れました。スーパーマーケットで簡単なものを買ってお部屋でいただくこともありました。シュマンに移動してからの Airbnb 滞在中は夕食をすべて自炊でスーパーや八百屋さんで食材を買い、ランチは街中のレストランでいただきました。観光に使ったお金は山を登るロープウェイと山を下るトロッティバイク。ロープウェイとバイクがセットで大人1名あたり81スイスフラン約1万5000円。ワインショップでの試飲が 9.5 スイスフラン約1800円。あとは有料トイレの利用でお金を払う場面がありました。今回のスイス旅6泊8日の総旅費は大人2名の合計で142万4250円でした。1人当たり約70万円で物価の高いスイスを上質に楽しむことができ、かなり満足度の高いコストパフォーマンスであったと思います。経由便を活用、荷物を最小化、宿を使い分けることでラグジュアリーにこだわりつつも同等クラスのパッケージと比べ半額から3分の1以下に旅費を抑えることができました。今回
回は直前に決めた旅行でしたため、短距離の飛行機代は高めでしたが、もっと早くから計画すれば、その分もさらに節約できます。コストカットのコツは高額の部分から見直すこと。皆様のされている旅の工夫もコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。